こんにちは、ぴょんです。参考になったとおっしゃっていただけることの多い僧侶費公開シリーズの動画です。ホテルガルーダインドネシア航空のビジネスクラス、街の様子、現地のお料理など出発から帰国まで全てお見せいたしますので、この動画1本でバリ島旅行の最新情報を得ていただけます。バリ島がお好きな方、バリ旅行を計画中の方にはもちろんのこと、今まで旅先の候補に考えたことがなかったという方にも楽しんでいただける内容になっておりますので、ぜひ最後までご覧くださいませ。インドネシアの旅行には VOA というビザが必要です。到着後に空港で申請することも可能ですが、非常に混雑しますので、ウェブ上での事前申請がおすすめです。ビザ自体は50万ルピアで、クレジットカード払いですとプラス200円弱の手数料がかかります。いつもスーツケースはレンタルしています。今回はトランジット時のリスク回避のため、機内持ち込みサイズを1人1つ借りました。おなじみの羽田空港第3ターミナルより出発です。第3ターミナルの両替所で約5000円をインドネシアルピアに両替しました。外貨両替は手数料がすごくかかるので、いつもどこでしたら良いのか悩みます。自動チェックイン機にはガルーダインドネシア航空のボタンがなかったため、カウンターでチェックインの手続きを行いました。ガルーダインドネシア航空は羽田空港に自社ラウンジを持っていませんので、ビジネスクラスの乗客はティアットラウンジという共用のラウンジを利用します。本日乗る飛行機はあちら、エアバス380-300の CA875 便です。ラウンジの設備は喫煙所、トイレ、シャワールーム、お着替え用の個室などがありました。枝豆、唐揚げ、焼きおにぎり、ポテトチップス、インスタントの麺とお味噌汁、プレッツェル生地のホットドッグ。お飲み物はソフトドリンク各種、焼酎、日本酒、ウイスキー、スピリッツ。調整中のものがかなり多かったですが、もしかすると注文したらご対応いただけるかもしれません。焼きそばとチャーハンは美味しかったそうです。本日の搭乗口141番は一番端で非常に遠く、111番のティアットラウンジから徒歩20分かかります。ただでさえ空港の中は一つ一つの距離がとても長いですよね。飛行機はガルーダインドネシア航空のビジネスクラスを利用しました。ビジネスクラスのシート配列は222。一つのシートに対して窓が3つあり、シートピッチがとても広いです。2席の間にテーブルが収納されています。日本発の便でも日本語が話せる乗務員の方はいらっしゃらず、文字の表記もすべて英語とインドネシア語のみです。素晴らしい1週間になりますことを祈って乾杯。アメニティポーチの中身は6アイテム。いかにも外国らしいヘッドの大きい歯ブラシ、アイマスク、耳栓、ヘアブラシ、インドネシアの自然派ブランドアナルギャのボディローションとリップクリーム。他にもパイル地のスリッパ、ミネラルウォーターがあらかじめお席に用意されていました。保安検査場内まで入ってバリ島へ渡航できなかった知人の話を最近聞きました。
同様のことをニュースなどでも立て続けに目にしたのですが、理由はパスポートの残存期間が6ヶ月未満だったためです。必要なパスポートの残存期間とビザが必要かどうかは国によって全く違いますので、海外旅行の際は真っ先に確認しましょう。インドネシアは入国時に6ヶ月以上の残存有効期限、観光でもビザが必要です。離陸して約1時間後、ドリンクとスナックが配られました。このナッツはハーブの風味が最高でとても美味しいです。コーヒーもさすが世界有数の生産国という美味しさです。離陸から1時間半後にお食事が始まりました。前菜のインドネシア風サラダ。パンは温められていました。メインディッシュの鶏肉。前からうすうす気づいていましたが、インドネシア料理って美味しいですよね。デザートに抹茶とチョコレートのケーキです。下にはパッションフルーツのソースが敷いてありました。食後にチョコレートとコーヒー。映画はすべて旧作で字幕がインドネシア語のみでした。トイレ内のアメニティはアルコールシート、ハンドローション、オートトワレ、マウスウォッシュ。座席をフラットにして少しお昼寝しようと思います。離陸から5時間ほど経ちました。綺麗な海と島々が見えます。どうやら今飛んでいるのはフィリピンのあたりのようです。ガルーダインドネシア航空はスカイトラックス社の世界格付けで世界最高のキャビンクルーという名誉を受賞したことがあります。確かに CA の方がとても丁寧でおもてなしの手厚さを感じました。今回はジャカルタで用事があったので経由便にしましたが、成田からバリ島への直行便も出ています。ビジネスクラスの利用者ということで入国審査の優先チケットを出発時にいただきました。空港は高いことを承知の上でお水を購入。インドネシアの税関は完全電子化で自分のスマートフォンに QR コードを表示させないと通過できません。到着の3日前から手続きができますので、事前に QR コードを作成しておくことをお勧めします。ジャカルタに17時10分に到着して夜遅くまで用があったので、あえてバリ行きの便は朝にして空港のホテルを取って少し休みました。一番上のランクのお部屋です。お部屋はこのリビングルームの他にキングサイズのベッドが1台の寝室、そして広めのバスルームと非常に充実しています。これで1泊朝食付き大人2名で2万円ちょっとですので大満足でした。インドネシアのトイレは洗浄シャワーがついていることがよくあります。シャワーはレインと手持ち2種類。朝食はなんと午前2時から5時、6時から10時まで営業しています。アメニティもしっかり豊富に用意されていました。おはようございます。昨日夜遅くまで用事があったので寝たのは2時頃で起床は5時。正直気絶しそうなくらい眠いです。頑張ってカメラを回していますが全くお腹が空いていないので、せっかくのビジネスクラスラウンジですが飲食はせずに失礼いたします。帰りにこちらのラウンジに立ち寄った際にはお食事とワインやコーヒーをいただきましたので、またこの動画の後半でご紹介いたします。
ジャカルタからバリ島まで飛行時間は1時間50分。寝不足で限界のため、この便でのサービスは全てパスさせていただき、眠っていましたので、ドリンクとお食事の映像はございませんことをお詫び申し上げます。他のお席の方はお食事をされていましたので、この短いフライトでも機内食の提供があったことは確かです。無事にバリ島のデンパサール国際空港へ到着しました。ホテルの送迎を事前に予約しています。空港からウブドまで 40km、昔は1時間と言われていましたが、最近は渋滞が以前よりさらにひどくなり、2時間から2時間半かかります。本日から2泊3日お世話になるアマンダリへ到着です。もう本当に何もかもが美しくてうっとりするような夢の滞在でした。詳しい情報はアマンダリの動画にまとめております。ハワイ編やオーストラリア編の動画をご覧くださった方はご存知だと思いますが、私は旅先で毎日2万歩くらい歩くタイプで、それなりの距離でも歩いて移動したいのですが、バリ島は道路が狭い上に交通量が半端なく多く危ないのと、足元も悪いので徒歩での移動はあまりおすすめしません。今回のバリ旅行では地元のワルンとカフェ巡りも楽しみの一つで、日本にいる時から口コミをたくさん調べてどこへ行こうか計画していました。バリ島初日のディナーは Google の口コミ驚異の 5.0 ワルンウマーバリへ来ました。レベルの高いコーヒーもフレッシュバナナジュースも100円台だなんて安いですね。どの国の通貨に対しても円が弱い上に物価高とのダブルパンチで悲しい今日この頃ですが、それでもまだバリ島はお得感があります。ナシゴレンもミーゴレンも本場のお味が最高です。価格が低くてボリュームがあってお味が美味しいなんて完璧ですよね。デザートまでしっかり堪能しました。2名で満腹まで食べて、それでもお会計は1900円。今回の移動はすべて配車アプリのグラブを利用しています。行ってみたいカフェがありますので、ホテルではなくそちらへ向かっています。今は日本と同様、バリヒンドゥーでもお盆の時期にあたるようで、街中でベッジョールという竹の飾りを見ることができます。狭い渓谷沿いの道を進み、ついに目的地へ到着しました。日本ではありえないような崖ギリギリに設置されたカウンター席。新鮮な森の空気を吸って、ただただこの目の前の景色とコーヒーをご堪能ください。アイスカフェラテとココナッツクリームに黒糖エスプレッソのアイスコピケリキ。その後にホットのカフェラテを注文しました。なんとコーヒー3杯で854円でした。帰りもグラブで無事にホテルへ帰ってきました。室内がきれいに清掃され、ターンダウンとプールがろうそくでライトアップされています。ベッドには毎晩ターンダウン時にプレゼントが置かれるようです。ベッドから見える絵が不思議と心を落ち着かせます。おやすみなさい。
はようございます。ただいまの時刻は6時15分。8月の日の出は6時30分頃なのでまだ薄暗いです。プールサイドにトッケイというヤモリがいました。幸運を運んでくると言われているそうです。少し動画編集を進めて7時から朝ごはんに行きます。朝の景色はまた格別。朝食は7時から10時30分まで。一番乗りで朝食を食べに来ました。アマンダリは本当にお食事まで素晴らしいです。詳しい朝食の内容はアマンダリの動画でご紹介しています。ホテルの敷地内は本物の村のようです。お部屋に帰ってきました。コーヒーを飲みながら少し動画編集をします。日本からしてきたネイルが傷ついてしまったので、今日はウブドにあるネイルサロンへ行ってみたいと思います。ネットで調べて口コミの良いネイルサロンを予約しました。店名にジャパンと入っているのは日本式の技術を学ばれたからだそうです。高い品質の方のマニキュアのメニューを選んでなんと1100円でした。こんなにリーズナブルにやっていただけて大満足です。ちなみに私は日本のロングルアージュさんのメソッドが好きで、ジェルではなくマニキュア派です。ネイルサロンの徒歩圏内にたまたま行ってみたいと思っていたカフェがあったので来てみました。日本ならお豆にこだわっている高品質でおしゃれなカフェか、観光地ですとカフェラテが1杯で7、800円することもありますが、バリ島は高くても300円台で一級品の美味しいコーヒーをいただけます。また違うカフェへはしごしました。帰りはグラブでホテルへ帰ります。街は少しカオス感もありますが、異国情緒を垣間見れて楽しい経験です。一方アマンダリは神聖で静寂な空気に包まれており、心から安らげます。夕方にアフタヌーンティーサービスをいただきました。初めてプールに入ってみたのですが、深すぎてびっくり。あっという間にアマンダリで過ごす最後の夜。今夜は前々からホテル内のレストランでディナーを予約していました。ディナーもお料理の内容から接客までパーフェクトで大満足です。世界の中でもトップクラスのホテルだと確信しました。お部屋に戻ってきて露天風呂でのんびり入浴。天国のようです。おはようございます。今日は遅起きで9時まで寝ていました。なんて素晴らしい景色なのでしょう。美味しすぎて毎朝注文していたナシゴレンとミーゴレン。
食後にはテニスコートとテニスボールを使って思いっきり運動しました。チェックアウト後には次のホテルまで無料で送っていただきました。この土地の文化や風習などを運転手さんが丁寧にご説明くださり、とても勉強になりました。本日から3泊お世話になるカペラウブドへ到着です。こちらのホテルはアメリカのトラベルレジャーが毎年発表する世界ベストホテルのランキング第1位に選ばれたホテルで、私はかねてからとても期待していました。今日はホテル内でゆっくりしようと思います。ホテルにレストランが2つあるうちの1つ、マッツランゲは夕方にアイドルタイムがなく投資で営業されていますので、まだ17時前と少し早いですが夜ご飯にします。ホテル内の物価は東京と変わらない印象です。2名で4皿とノンアルコールカクテルを1杯ずつ注文して1万6000円弱でした。明日はウブド中心街を散策したいと思います。おやすみなさい。おはようございます。カラッと晴れてすがすがしい朝です。朝ごはんをいただきましょう。詳しい内容はカペラウブドの動画で解説しています。予約サイトの特典で50分のマッサージを2名分サービスしていただきました。オイルマッサージで頭から足先まで丁寧にほぐしていただきました。車で約30分、ウブド中心地の観光エリアへ行ってみます。青々とした田んぼの景色とバリヒンドゥーの飾り付けが綺麗です。中心部はザ観光地といった感じで、たくさんのお土産屋さんが軒を連ねています。一つ目の目的地、バリスターコーヒーに到着しました。皆様はルワックコーヒーをご存知ですか？死ぬまでに一度は飲みたいと言われる希少価値の高いコーヒーです。秘密はその驚きの製法にあります。このジャコウネコたちはとてもグルメで、美味しいコーヒーの実だけを見分けて食べる習性があるのですが、コーヒーの豆の部分は消化されずに腸内で発酵されます。糞からコーヒー豆を採取し作られたのがこのルワックコーヒーというわけです。この過程を初めて聞いた時はびっくりしましたが、ジャコウネコの腸内細菌や消化酵素のおかげでまろやかで甘くて華やかな香りになります。ホットとアイスで1杯ずついただきました。お次は夜ご飯を食べに地元のワルーへ。Google の口コミ 4.8 点のサンサンワルーに到着しました。席数が多いにもかかわらず大盛況で、名前を伝えてから案内されるまで30分くらい待ちました。待ち時間のおかげで訪れた方の口コミとお料理の写真をウェブでじっくり検索し、よく調べてから自分たちの注文するものを決めることができました。お料理がすべてとても美味しくて、店員の方の接客が良く、何よりたっぷり量があるにもかかわらず驚きの安さです。帰りもグラブで帰ってきました。カペラウブドでは1日4着までランドリー無料で、朝に出すとその日の夜にお部屋に届きます。
先ほどワルンでディナーを食べ終わったのが17時30分頃で、今が20時30分です。小腹が空いたので、寝る前にデザートを食べにレストランへやってまいりました。お腹も心も満たされて大満足です。お部屋の前ではホタルが飛んでいて心から感動しました。おはようございます。朝起きた時の景色が非日常的で自然に囲まれていて幸せです。朝食はメニューの一部が日替わりの構成になっているので、毎日何を注文しようかとワクワクします。今日はちょうど田んぼを耕して水を張る日のようです。心から安らぎを感じる光景です。農作業の機械の音が心地よく、気がついたら2時間ほど眠っていました。さて、午後になりました。少し運動をしようかとホテル内の石段を渓谷の方へ降りていきます。これぞウブドといったイメージの景色が目の前に現れました。ウブドという地名は古代バリ語で薬草を意味するウバドから来ています。良質な薬草がたくさん生えていたからだそうで、今でも人々の生活に欠かせないものです。漢方薬に近いですが、病気の時に限らず健康ドリンクのように日常的に飲まれています。ウブドは神秘的でエネルギーをもらえる場所です。夕方になり、クラブを呼んで気になっていた場所へ行ってみることにしました。Are we just smaller versions of a bigger home? ホテルから車で約10分、バリプリナに到着です。この場所は農園で育てられている植物やルワックコーヒーの製造工程を学ぶことができます。一組に一人ガイドさんがついて丁寧に説明をしてくださいます。昨日お話しした通り、ルワックコーヒーはコーヒーチェリーを食べたジャコウネコの糞から出てきたコーヒー豆を採取してコーヒーが作られています。コーヒー豆の部分は消化されずに残っているのです。しっかり洗浄して乾燥させますので、衛生的にも心配ありません。焙煎して細かくひいてふるってと実際にコーヒーになるまでの工程を見せていただけます。まさに大人の社会科見学。バニラもカカオも実際に木になっているのを初めて見ました。いろいろと見て回った後は渓谷を見下ろす森の中のテラスでカフェタイム。5種類のコーヒー飲み比べセットと単品でルワックコーヒーを注文しました。ルワックコーヒーはフルーティーな風味で酸味が控えめで飲みやすいです。もち米とココナッツのすりおろしにパームシュガーの蜜がついたクエルピズ。米粉を練って周りにつけて蒸したという感じのバナナにすりおろしココナッツが添えられたピサンライ。さまざまなコーヒーとスイーツをいただいて2名で2000円ちょっとでした。満足度がとっても高くおすすめです。敷地内にはお土産屋さんもあります。せっかくなので購入しました。これがコーヒーチェリーです。
窓の外を流れていく景色に癒されます。バリ島にはたくさんの犬がいますが、野犬ではなく飼われているそうです。ホテルに戻ってきました。今日一日で田んぼの水張りが終わったようです。日陰になったのでプールへ入りに来ました。温水プールですので気持ちよく遊べます。ディナーの前にカクテルタイムのラウンジへ来ました。19時からは楽しみにしていたメインダイニングでのお食事です。宿泊予約をした時から最終日にこちらのレストランの予約をとお願いしてありました。美味しく楽しいディナーでした。明日カペラウブドをチェックアウトします。おはようございます。チェックアウトは12時ですが、フライトは18時40分バリ発ですので、お部屋を出た後プールサイドで時間を過ごしました。まずは国内線に乗るので、空港に1時間前の到着で、ホテルから空港まではゆとりを持って2時間見る方がいいということですので、全部合わせてホテルを出発するのはフライトの3時間前です。バリ島の交通事情がひどいことは他の動画でも何度かお話ししましたが、なんと余裕を持って2時間のはずが2時間半かかり、飛行機に乗り遅れそうになりました。今回のこの旅行は直前に決めたため、このバリ・ジャカルタ路線はエコノミークラスで座席指定もできませんでしたので、1人ずつバラバラに乗りました。私はお隣の見知らぬ外国人カップルと平和に過ごしました。インドネシアの首都ジャカルタのスカルノハッタ国際空港に到着です。ジャカルタから羽田行きの便はちゃんとビジネスクラスで予約ができていますので、航空会社ラウンジを利用できます。往路の早朝にこちらへ来た際は眠すぎて撮影どころではありませんでしたが、今回はちょうど夜ご飯時で時間も3時間余裕がありますので、ラウンジを楽しませていただこうと思います。なんとバリ島で作られたワインが提供されています。果実味が豊かで美味しいです。時間帯によってメニューが変わるのか、この間朝に立ち寄った時とは違うものが置いてあります。ジャカルタを23時25分発、日本には朝の8時50分に到着する便ですので、シャワーを浴びさせていただきます。シールが剥がれていて、どちらが体用でどちらがシャンプーかわからなくなっていましたが、勘で使いました。ネットでシャワールームにドライヤーがないと書いてありましたが、あったので安心しました。もうすっかり夜になりました。この飛行機はもともと行きと同じ古い機材が予定されていましたが、急遽新しい機材に変更になったようです。事前に座席指定をした時は222のシート配列でしたが、実際に搭乗してみると121になっていました。行きよりもシートが綺麗でいい感じです。機種はエアバス330のダッシュ300で、アメニティも行きと同じ内容です。お色がシンプルで使いやすいですね。
ウェルカムドリンクとしてシグネチャードリンクのパッションフルーツとタマリロのジュースをいただきました。離陸してすぐに CA さんが一口のタルトを運んできてくださいました。鶏肉のサテと左側の丸いものはお米を固めたものです。こちらはあっさりしたラーメン。メニューブックの用意はないということです。お料理もお飲み物も口頭で尋ねなければならず、全体で何が用意されているのかが把握できないのが少し不便に感じました。ただ CA の方は献身的とも言えるような接客で、細やかに尽くしてくださるところが本当に素晴らしかったです。台風の影響で新潟上空を経由して帰ってきました。羽田空港に降り立って暑さと湿気の多さに驚きました。8月はバリの方がはるかにカラッと涼しく過ごしやすかったです。インドネシア6泊7日、大人2名の僧侶費は日本円で208万6419円でした。この動画がもしよかったら高評価を押していただけますと嬉しいです。アマンダリとカペラウブドの動画はこちらからどうぞ。最後までご覧いただきましてありがとうございました。